ヨンジーの中国ライフ。はい、皆さんこんにちは。ヨンジーと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は中国で外国人居留許可、通称居留証と呼ばれるものを取得する方法について解説させていただきたいと思います。こちらの居留証というのはですね、長期で中国に滞在する方が取得できるものでして、ビザの上位互換になっているものになります。居留証があればですね、その居留証の期間内であれば中国から出たり入ったりということを何度も繰り返して問題ありません。名前の通りですね、中国国内に住んでもいいですよ、滞在してもいいですよという許可になりますので、それを持っている限りは中国から出たり入ったりすることは自由にできるというものになります。そういう意味でビザの上位互換というふうに表現しております。で、これを持っていることでですね、中国国内で銀行口座を作ることもできますので、そういう意味でもですね、長期で滞在される方はこちらの居留証を取得される方が多いんじゃないかなと思います。この居留証なんですけれども、どのビザで中国国内に入ったのかというので、ちょっと取得の仕方が変わります。大体大枠は同じなんですけれども、やらなければならないステップがちょっと変わってくるので、そこはご理解いただければと思います。主にですね、この長期滞在のビザというのが、中国の大学で何かを学ぶ、留学をしに行くというための留学ビザ、あとは中国国内で労働するという方が取得する労働ビザ、そして今回私のようにですね、中国国内にいる中国人親族と一緒に生活をする、長期的に滞在するための親族訪問ビザというものがあります。こういった様々なですね、ビザで中国国内に長期滞在者として入ることができまして、そこから居留証というのを取得していくという流れになっております。で、今回私は親族訪問ビザの Q1 というもので中国に入りましたので、その後どのような手続きをすれば居留証を取得できるのかというところをご説明させていただきたいと思います。で、一番最初のステップとして必要になりますのが、こちらの外国人臨時宿泊登録、臨時宿泊登記というものになります。これは実は居留証を取らない方でも本来やらなくてはならないものになっています。どういう意味かと言いますと、外国人が中国に入国をした後、24時間以内に最寄りの派出所に申告する義務があります。観光ビザで入った方も同様です。ただし、観光ビザで入られた方は、ほとんどの場合はホテルに滞在されると思うんですね。その場合は、そのホテルが皆さんの代わりに臨時宿泊登記を行ってくれています。ですので個人で何かしなくてはならない、届け出をしないといけないということはないんですけれども、これが例えばご友人の家に泊まるとか、ホテル以外の場所に滞在する方に関しましては、こちらの臨時宿泊登記というのを必ずしなくてはならないという義務がありますので、こちらお気をつけいただければと思います。多くの方はおそらくご友人の家に泊まるとかされている方は臨時宿泊登記されてないんじゃないかなと思います。変な話、バレなければ大丈夫っていうものでもあるんですが、ただ法律上ですね、しなくてはならないというふうになってますので、その点だけ押さえておいていただければと思います。で、当然長期滞在者はホテルではなくてどこか家を借りたりして、そこに滞在することになりますので、そこに滞在するという宿泊登記というものをしないといけないです。で、これが今までは最寄りの派出所に行ってそこで手続きをしなくてはならなかったんですけれども、最近ですね、インターネット上で手続きできるようになりました。私はですね、今までのやり方、最寄りの派出所に行って宿泊登記をするってことは、やったことがあるんですけれども、このインターネットでやるっていうのは今回初めてなので、皆さんと一緒にこの画面を見ながら進めていきたいと思います。今開いているのがまさにその外国人の臨時宿泊登記をするホームページの画面になっております。で、私、広州市におりますので、広州市のものを開いております。これは皆様が滞在される予定の場所によってそれぞれページが異なりますので、調べていただいて、似たような作りにはなっていると思うんですけれども、そちらで申請をしていただくという形になります。では、私もこれ今回初めてやりますので、ちょっと一緒にですね、どんなものかと進めていければいいんですけれども、まずですね、こちら左側、これで申告をするということですね。で、いろいろ出てますので、ここ書いていきます。まず最初は国家、地区と書いてありますので、日本を選びましょう。だいたい J を押せばこういうものは、出てきますね。日本。そして右側にパスポートナンバー、パスポートの種類を選ぶものですね。で、これが普通のパスポートなので一番上を押します。続きまして、で、これに関しましては赤いマークついてませんので入力しなくてもよさそうなので飛ばします。で、次がパスポートの番号ですね。こちらを入力していきます。はい。
で、有効期限ですね。パスポートの有効期限をこちらに入力します。はい。で、中国語の名前と書いてありますので、私、中国語の名前ありませんので飛ばします。次はこちらは英語での名前ですね。英文の姓って書いてありますので、名字を入れます。で、英文の名と書いてありますので、名前を入力します。この辺はパスポートと同じ名前を入力してください。次に誕生日ですね。こちらを入力していきます。はい。次に性別ですね。次にですね、電話番号を選ぶところあります。で、私、中国の電話番号持ってませんので、日本の番号を入れてみます。これで合ってるかわからないですけれども、私も今回これ初めてやってますので、一旦これで進んでみたいと思います。続きまして、こちらは中国での身分とありますけれども、こちらは中国で何をしているのかということですね。で、ご自身のビザと関連するものを選ばれるといいと思います。で、私は親族訪問ビザで入ってますので、これですね、この親族というのを選びたいと思います。で、今ですね、ここエラー出ましたね。ですので、こちらはやはり中国の番号でないとダメみたいですので、今回は私は妻の番号を入力します。それ以外に方法がありませんので、中国の番号を持ってませんので、妻の番号を入力せざるを得ません。はい、やはりですね、中国の番号を入れたらエラー消えましたね。これで先に進んでみます。はい。で、あとはご自身の滞在先の住所などを入力すれば大丈夫です。ちょっとごめんなさい。ここ全部ぼかしが入ってますけど、個人情報なのでぼかさせていただいてます。書いてある通りに入力していただければ大丈夫かなと思います。で、先に進みますと写真をアップロードするところがありますので、写真をアップロードしましょう。はい。で、ここに自分のパスポートの顔のページとビザのページとスタンプのページですね。これを写真で撮ってアップロードします。はい。で、下は滞在先を提供してくれる方の居住証明ですね。はい、居住証明をアップロードして、右下のこのボタンを押します。結果を待ってくださいというふうに出ました。これで申請は終わりですね。はい。臨時宿泊登記をしてから1日が経過しました。実はですね、申請をしてからすぐに申請が受理をされるという状態にまだなっていなくてですね、妻の方から派出所に連絡をして、臨時宿泊登記を申請したんだけれども、ちょっと確認してくれないかと、そういった連絡をして、そして、今日に至るという形になります。で、派出所の方からですね、臨時宿泊登記申請受理したよと連絡が来ましたので、申請内容を確認したいと思います。で、今度はこちら右側を押します。パスポートの番号を入れます。そして国を選ぶところがありますので、日本を選びます。これちょっと個人情報が出てますので、ほとんどぼかしが入ってるんですけれども、こういう形で申請が通過しましたよというふうに書いてありまして、これを押すと申請した書類がダウンロードできるようになります。で、申請時に入力をした電話番号宛てにコードが届きますので、私は中国の電話番号を持っていませんので、登録時は妻の中国の電話番号を入力しました。ですので、これでコードを取得すると妻の携帯電話にコードが届きます。その後、コードをここに入力したら臨時宿泊登記の書類がダウンロードできます。はい。で、こちらがダウンロードしたものになります。すべての情報が正しく入っているか確認をします。問題なく入っていると思います。はい。で、また話戻りますけれども、そもそもなんでこの書類が必要なのかと言いますと、居留証を取るためにこの書類が必要です。つまりこの住所に私はいますよ、定住しますよという証明をしなくてはならないので、居留証を取るためにこの書類を作る必要があります。ですので、こちらを印刷して、それ以外にも必要な書類がありますので、それはまたこの後ご説明いたしますけれども、まずは必要書類の一つが手に入ったという状況になります。はい、次にですね、居留証を取得するために健康診断を受けて、その結果を出さないといけないんですね。ですので、今日は健康診断を受けに行きたいと思います。で、健康診断なんですけども、どの病院で受ければいいかっていうのが、これも決まっています。で、広州の場合はですね、こういった広州国際旅行衛生保険センターというのがあるんですね。で、これは上海だったり北京だったりにも同じような系列の病院があります。国がやってる病院なのかわからないですけども、おそらく公共の病院だと思うんですが、外国人が中国国内の居留証を取得する場合は、この
国際旅行衛生保険センターというところに行って健康診断を受けなくてはなりません。で、その健康診断を受けるためにですね、いろいろと、持ち物があるんですけれども、一つ目はこう書いてあるんですけれども、パスポートですね。そしてパスポートのコピーとビザのコピーですね。で、私は今回親族訪問の91ビザで入っていて、入国をしていて、それで居留証を取得しますので、そのビザのページのコピーと、あとは最後に中国に入国した時のスタンプですね。入国スタンプのページ。これのコピーを提出する必要があります。そしてさらにここですね。40×32mm のカラー写真を3から5枚必要と書いてありますので、5枚あるといいと思います。私はこちらは中国の自宅の近くの写真屋さんで撮影をして用意をしました。で、これらが持ち物です。で、他にですね、就労ビザとか留学のビザで長期滞在する予定で居留証を取得される方は、その他のいろいろな仕事を証明する書類とか、留学を証明する書類とか、そういうのも必要かもしれませんが、私のような親族訪問の長期滞在の場合は、この程度のもので OK です。で、ここはですね、予約をしないといけないんですね。で、予約は WeChat で予約することになっています。こういった QR コードから予約することができます。はい、それでですね、この健康診断なんですけれども、私は中国国内のこの指定病院で健康診断を受けるんですが、どうやら日本でも受けられるようです。決まったフォーマットがあるので、そのフォーマットに従った検査結果を出してくれる病院であれば、どうやら日本でもできるそうなんですが、ちょっとその辺は私詳しく調べていないので、詳細は分かりかねますが、日本で事前に健康診断を受けて、その結果を持っていくという方法もあるそうですが、私はこちらの中国で受けるという方法で今回はやってみます。それでは今からですね、病院に行って健康診断を受けたいと思います。今朝なのにすごい人がたくさんいますね。皆さん会社に行ったり、あと学校に行く子どもたちなんかも歩いていますね。ではこれから病院に向かいたいと思います。それにしても今朝8時前ですけど、ものすごい人ですね。はい、皆さん通勤とか学校とか行くんでしょうね、このまま。もう少しで着くと思いますが、道案内が出てますね。ちょっと木で隠れてるんですけど、ここですね。この広州国際旅行衛生保険中心というところ、これが政府指定の病院なので、ここに行きます。あっちの奥の方にあると思います。はい、ということで着きましたね。はい、ということで着きました。ここですね。広州国際旅行衛生保険中心ですね。ここで検査してきます。はい、ということで健康診断今終わりましたので、今から帰ります。所要時間はですね、受付から検査完了まで、約1時間半くらいだったと思います。で、私ちょっと中国語あんまり得意ではないので、その医者とのコミュニケーション大丈夫かなと思ったんですけれども、簡単な中国語を話してくれたっていうのと、あと英語ができるスタッフがいらっしゃったので、英語でコミュニケーション取れたので、特に問題なく滞りなく検査を進めることができました。で、費用なんですけども483元でした。結構高いですよね。約1万円弱ぐらいしますので、結構高いかなと思います。で、あと検査の結果は4営業日後に取得できるそうです。で、時間ももう決められているので、4営業日後の何時から何時までに来てくださいっていうふうにもう決まっているので、
もうそこピンポイントで行かないと多分受け取れないのかな、ちょっと分かんないですけど、でももう時間まで指定されているので、その時間にまた受け取りに行きたいと思います。はい、無事に健康診断の結果を受け取りましたので、これで居留証取得に必要な書類は全部揃えました。これからですね、入居管理局に行って必要書類を全て提出して居留証の申請をしていきたいと思います。はい、ということで全部書類が集まりましたので、この出入居管理局というところに行って居留証の手続きをしていきます。ここですね、出入居管理局。ここで今から手続きをしていきます。はい、ということでですね、必要書類全部提出し終わりまして、無事に居留証の申請が終わりました。ここですね、出入居管理局。イエーイってことで。で、もうパスポートを預けてしまっているので、7営業日後に居留証が受け取れるってことで、結構かかりますよね、7営業日っていうと。はい、なので、それはしょうがないんですけれども、居留証が発行されるのを待ちたいと思います。居留証の申請が終わって本日受け取りができますので、受け取りに来ました。これからですね、こちらで居留証を受け取りたいと思います。はい、ということで居留証の受け取り完了しました。いやー、無事に受け取りができましたね。居留証こんな感じです。ほとんどモザイクだと思いますけれども、雰囲気だけでも感じていただければと思います。はい、それでですね、申請をして7営業日経って受け取れたので、だいたい2週間弱ぐらいかかってる感じですね。で、費用なんですけども400中国元でしたので、8000円ぐらいっていう感じになりますね。最初にですね、外国人の宿泊登記みたいなもの、そして健康診断をして、最終的に書類が揃ったので居留証取得の申請をしたわけですけども、全部でだいたい3週間弱ぐらいかかりました。ここまでがですね、私の居留証取得の記録といいますか、こういう形で居留証を取得しましたよという流れを簡単に皆様にご共有したものになります。何かご参考になりましたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。